オンラインセミナーがしんどい。ズームの沈黙が辛い。そんなことありませんか？皆さんこんにちは、五野へみきです。この動画を最後まで見るとこうなれます。反応が見えなくて不安というオンライン特有のしんどさの正体とその対処法がわかります。まずオンラインセミナーで大切なのは内容と構成ですね。何を話すのか事前に考えなければならないわけですけれども、内容作りについては別の動画で詳しくご紹介しているので、こちら概要欄のリンクからご覧ください。この動画は内容はしっかり準備しているのに、本番オンラインで話すときにしんどいという方に向けて画面越しでも伝わる話し方、4つの対策をお伝えします。まずオンライン特有のしんどさの正体についてです。私の受講者さんでオンラインセミナーをもう開催しているという方からですね、オンラインは対面より難しい、反応が見えなくて不安になる、こういったご相談をいただくこととても多いですね。オンラインセミナーって参加者がカメラオフだったり、あとはズームウェビナーということになると、参加者は最後まで全員カメラオフでマイクオフになりますね。話し手としてはどんな人が聞いているかわからないという不安と、リアクションが返ってこない不安というのが起こります。で、そもそも聞こえているのかなとか、私は一体誰に向けて話してるんだろう、そういうふうにしんどくなってきますね。声がどんどんボソボソした感じになります。で、用意した内容ささっと喋って、もう早く終わらせよう、そんな感じになって終わって自己嫌悪みたいなことはありますね。あなただけではないです。これ原因の一つとして脳内プログラミングにバグが生じるような感じだと私は考えております。これどういうことかというと、会話をするときって相手のリアクションありきで普段は喋ってますね。ワールドカップ盛り上がりましたねっていうふうに言います。相手からのリアクションが芳しくなければ興味がないんだっていうふうに思いますね。話題を変えます。逆に相手が楽しかったですねって返してくれたらサッカーの話題を続けますね。こういうふうに普段は無意識で相手のリアクションありきで話しているなんですが、オンラインセミナーになると参加者が全員カメラオフ、リアクションない。話し手は参加者は興味がないんだっていうふうに感じるわけですね。話題を変えたくなります。でも変えることはできない。参加者は興味がなさそうなのに話し続けなければならない。この板挟みがストレスの正体だと考えております。だからしんどくなるんですね。なので、オンラインセミナーがしんどいというのはあなたの性格の問題じゃなくて仕組みの問題ですね。ちなみに心理学、特に社会心理学の分野はですね、自分の行動ですとか発言に対して他者から返ってくる反応ですとか評価のことを社会的フィードバックというふうに言いまして、この社会的フィードバックによって自分の行動を調整するということが分かっています。対策1、チャットワークを入れる。これは脳がリアクションを求めているわけだから、リアクションをしてもらえばいいという発想です。一番シンプルな方法がチャットワークですね。チャットワークは自分のメンタルの安定のために入れるわけですけれども、参加者の皆さんにとってもエンタメになったり、記憶の定着につながったりしますので、メリットがあります。おすすめは冒頭、もう初っ端からチャットワークです。オンラインセミナーのタイトル言います、名前を名乗ります、そしたらもうチャットワーク。聞こえていますでしょうか？音声、映像問題ないでしょうか？ぜひですね、今日のチャットワークの練習として聞こえていますとか問題ないですとかチャットで送ってください。こんな風に冒頭チャットワーク入れてください。そうするとチャットが来るわけですけれども、1個目のチャットが来るまで結構時間かかります。10秒から15秒ぐらいかかると思います。ここでめげないのが大事です。聞こえてないんでしょうか？誰も聞いてないんでしょうか？みたいなことを言ってつなぎます。そうすると1個目のチャットが来ます。ポンポンポンって複数チャットが来るはずです。で、これをお名前とともに読み上げてください。山田さん聞こえています。鈴木さん問題ありません。いただきました。ありがとうございます。安心しました。こんな感じで自分の感想も入れましょう。これはラジオのお便り紹介とかタレントさんのインスタライブみたいな感じですね。対策2、本編でもチャットワーク。オンラインセミナーのテーマが例えばスピーチトレーニングだとします。人前で話す機会はありますか？ありなしチャットに入れてくださいとか、人前で話すことに苦手意識はありますか？これもありなしチャットに入れてください。
こんな感じでチャットワークをちょこちょこ本編にも入れていくんですね。オンラインセミナーが90分だとしてプログラムを4つに分けたとしたら、プログラム1は導入、アイスブレイク的なゾーンになりますね。ここは特にチャットワークを入れるのがおすすめです。で、プログラム2と3でも少しチャットワークがあるといいですね。あとはクイズもおすすめです。簡単なものでいいので、この文章どこが変だと思いますか？分かった方からチャットに入れてください。1分取ります。スタートみたいな感じ。これ1分とか2分とか考える時間を取るクイズにするのもいいですね。そんなにチャットワーク入れたら中身が薄くなるんじゃないですかとか、参加者の満足度が下がるんじゃないですかみたいなご心配される方いらっしゃるんですけれども、これ実は逆で、話し手が一人で喋り続けると聞き手の存在を無視したそんな印象になりますので、満足度って下がりやすいっていうのはデータっていうよりも私の経験から思うことなんですけれども、リアクションを促す双方向になるタイミングを作る、これはとてもおすすめです。対策3、カメラオンを促す。カメラオンは必須ではありませんというふうに書いてあると、参加者としてはカメラオンにすると自分に自信がある人みたいだなっていうふうに思いますから、カメラオンしづらいんですね。もし参加者がカメラオンにしてもいいセミナーなんでしたら、もう顔出ししてもらってください。こんなふうに言ってみてください。カメラオンにできる環境にある方はぜひオンにしていただけると嬉しいです。セミナーは顔出し必須ではないんですけれども、顔出し大歓迎です。こんな風に冒頭で言うと、カメラオンにしてくれるという方結構いらっしゃいますね。で、その本編の方でももし時間的に余裕があるというセミナーなんでしたら、ブレイクアウトルームを作って参加者同士で話し合いをしてもらう、喋ってもらうんですね。で、その結果を発表してもらう、そういったワークを取り入れるのもおすすめです。で、ウェビナーの場合はもうこれ無理なので、ウェビナーは参加者はカメラもマイクもオンにできない設定になってますから、対策1と2でご紹介したチャットワークあるいはクイズで参加者の存在感を感じるっていうのが大事ですね。対策4、マインドセットを整える。チャットワークをする、でもチャットが少ない、そういう時不安に感じやすいですけれども、これは不安にならなくて大丈夫です。チャットが1個来たらもうこの方のために話しているんだ、そういうふうに思ってください。もし参加者が100人いたとして、100人からチャットが返ってくるっていうことはまずないですね。チャットは少ないけれどみんな聞いてくれている、こういうふうに信じてください。あとは聞いていない人がいても、それはその人の問題だ、そういうふうに開き直っちゃってください。これがメンタル面でのおすすめです。最後に補足です。補足、事前アンケート。オンラインセミナーは事前アンケートができるとめちゃめちゃやりやすいですね。参加者にどんな悩みがあるのか、その悩みを持つ人は多いのか、どんな話を期待しているのか、こういったことを匿名のアンケートとして事前にお願いしておくんですね。で、それを元にセミナーを作る。アンケートにこういうお悩みがありましたので、今日はこれを解決したいです。そういうふうな内容にすると、もう内容からして双方向になります。参加者の皆さんは自分のために話してくれている、今日はこの悩みが解決できるんだというふうに思いますから、満足度上がりますね。で、本編で実際この悩みがある方いらっしゃいますか？そんな風なチャットワークをまた入れていくというのがおすすめです。ということで、五戸美希のスピーチトレーニングはオンラインセミナーの個別相談も載っております。メルマガ、動画教材、オンラインサロンもあります。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。